んにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、はい、今日は美味しいチャミスルのすまもと一緒にロゼチムタクっていうのを食べたいと思います。これはですね、タンミョンを使った料理なんですよ。前も食べたことがあるんですけど、中国語で言うとダラピーですね。これね、実は視聴者さんからリクエストをね、たくさんいただいていて、私もレシピ見たら超美味しそうで、これさ、なんか辛そうじゃないですか。生クリームとトマトソースがたっぷり使われてるんです。もう見るからに美味しそうでした。で、あとここね、たくさんウインナーもいっぱいいます。じゃあ作り方いきたいと思います。材料です。中国タンミョン、鶏もも肉、おろしにんにく、コチュジャン、トマトソース、お塩、胡椒、蜂蜜、玉ねぎ、人参、じゃがいも、生クリームです。あと付け合わせにチーズとウインナーを使います。で、人参は皮を剥いて乱切りにします。じゃがいもは皮を剥いて分厚めの輪切りにします。じゃがいもってこういうデコボコしたところがあるから皮むきにくいですよね。いつかこういうデコボコがないじゃがいもが改良されてほしいですね。まあちょっとぐらい皮を取れても死にはしないでしょうけどね。はい、今こんなもんでしょう。で、スライスしますね。分厚めに5ミリぐらいかな。はい。で、鶏肉は一口大に切ります。これは鶏もも肉です。私いつもノコギリみたいな切り方してる時、いつも自分の指がこの下にあったらどうしようっていうことを想像しながら切っています。包丁を使うのは怖いからみんなも気をつけてくださいね。はい、鶏肉は1キロ近くあります。お好みの量でニンニク、コチュジャン、塩、胡椒を入れて揉み込みます。じゃん、今日はね、タンミョンを4袋使います。すごく不思議な食べ物とは思えない肌触りですね。フィルムみたい。写真の水かお湯を入れて8分から10分置いておきます。柔らかくなるんだぞ。で、鶏肉にトマトソースを入れます。そして蜂蜜を2周ぐらい入れます。1、2、好きだからもう1個入れよう。で、和えます。で、フライパンが温まったら油を引いて野菜を炒めます。じゃがいもを入れて炒めます。ちょっと量が多いのでお野菜を2つに分けました。で、ここにね、さっきの鶏肉を加えます。これで炒めます。タンミョンを入れます。柔らかくなっています。で、ここに生クリームを加えます。美味しそうですね。これで煮込んでいきます。はい、こんな感じで完成です。美味しそうですね。なんかトマトクリームパスタですね、これは。タコさんウインナーを作ります。油をちょっと引いてウインナーを投入します。じゃん、完成です。もうめっちゃ美味しそうです。グッドスメル。じゃあ食べたいと思います。いただきます。今日はですね、チャミスルのすももちゃんです。カエルのマークも今回はピンク色ですね。
美味しい桃味だ。危険だこれは。グビグビいっちゃう。美味しい。これじゃがいもがねとろけとって、こうタンミョンの周りにこうじゃがいもがクリームみたいにこうまとわりついて、でソースはねこれトマトクリームソースですね。ほんのりちょっとピリ辛な感じもしますけど、ほとんど辛くないです。めっちゃ最高。タンメンの歯ごたえがもちもちでむちゃくちゃ美味しいです。で皆さん、じゃーん、チーズを加えます。木下ロゼチムザクはチーズがかかって完成です。チーズのナイアガラです。じゃあチーズと一緒に食べてみます。おいしい。このねソースとチーズがむっちゃ合います。トマトですからね。うますぎて馬になったシージャスシュー。まずそうよ。タコさんウインナーも食べてみましょう。チーズに縛られるタコさんウインナーです。まずそうよ。これはめちゃくちゃ美味しいね。トマトソースパスタとはまた違うよね。なんかこんなに具がいっぱい入ってるのってないし、まずタンミョンが全然パスタとは別物だから、また別物の料理ですね。美味しい。なんかタピオカを平べったく伸ばしたような歯ごたえなんよね。なんかもちもちっとしたでんぷんの歯ごたえ。好吃だ。好吃だ。開心だ。中国語も今勉強してるんですよ。美味しかった。幸せだっていう意味です、今のは。でもさ、私いつも中国語の勉強して、おっしゃこれその中国のウェイボっていうのをやってるんだけど、ウェイボでみんなに発表しようと思ってムービー撮って載せるんだけど、絶対何言ってるのって字幕がないとわからないよって書かれとって、すごく悲しい気持ちになります。でもまだまだ練習が足りないということですね。難しいですね、言語は。勉強で唯一習いたいと思ってるのはほんと語学ぐらいだな。中国語をマスターしたら今度は韓国語に力を入れようと思います。次英語、スペイン語もでも喋れるようになりたいし、時間が足りないです。タミスが飲みやすいけどね、やっぱりご飯食べるときはね炭酸で割ってね、私は飲みたい派なんです。コンベイ。すももの香りがねふわっとしてきていいね。美味しい。めっちゃ飲みやすい。私もしかしたらすもも一番好きかも。私はねこの世で一番なりたくないものがあります。それは私の守護霊です。こんなにいつも食べ物をたくさん、美味しいものをたくさん食べて見てるだけなんて辛すぎます。生きててよかったね人間でよかったね、霊じゃなくて。韓国の人が考えたってことですよね、多分このチムタクは。韓国の人ってさレシピを考えるのが上手よね。なんか和食ってここにさ生クリーム加えるとかしてないじゃん。韓国って結構いろんな国の料理法を取り入れるね。鶏肉もねよくあとって美味しい。それニンニクの風味がしてめちゃくちゃ美味しい。
なんか鳥の鳴き声が聞こえますか？最近うちの周り鳥がよく鳴いていてすがすがしいです。秋だからかな。なんか今までこんなに鳴いてなかったりするんですよね。最近めっちゃ鳴き出した気がする。私ね、ハマってる韓国ドラマがキム秘書はなぜっていう韓国ドラマなんよ。これ多分2018年とかの韓国の作品なんやけど、ネットフリックスに入ってきたのが多分最近なんよね。ランキングとか入っとったんやけど、もうパク・ソジュンがかっこよすぎて本当にもうたまらない。これはもうパク・ソジュンのかっこよさが超わかるドラマだなと思いました。イテウォンクラスのパク・ソジュンはめっちゃかっこいいけど、魅力で言ったらもうキム秘書はなぜのパク・ソジュンがね、めちゃくちゃ魅力的です。いや、私俳優さんで久しぶりにこんなに好きになりましたね。今回のこのドラマを見てて、パク・ソジュンコメディとかの方がめっちゃうまいなと思いました。イテウォンクラスでもたまに面白いことする時あっておもろって思ってたんやけど、キムシはなぜの方がめっちゃそういう見どころがあって素敵です。いやーかっこいいですね。もうスタイルが抜群ですよね。素敵です。まだ見たことない方はね、ぜひぜひ見てください。ラブコメディって感じですけど、多分ストーリー的にも多分まだ奥深そうで面白そうなんやけど、いやでもコメディチックだから結構見てて退屈しないですね。もう私もパク・ソジュンが日本に来る時があったら空港でこのパク・ソジュンって書いたスケッチブック持ちたいです。よく見るやつで、最近パク・ソジュンさんがテレビの CM に出てるんですよ。日本のなんか韓国の冷凍食品の CM で、いやー一緒にお仕事したいですね使えるものは全て使う。お前汚い大人やで。あと1杯分ですね。美味しかったこれ。あんまりでもまだ日本に上陸してないですよね。まだ聞かない料理ですよね。なんかチーズタッカルビとかと同じように流行ってもおかしくないくらい美味しい。空っぽです。赤ちゃん用ぐらいのご飯になりました。シャミスルもちょうど飲み終わりました。で、最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ロゼシムタクとチャミスルスモモ味めっちゃ美味しかったです。いや、トマトクリームソースってね、美味しくないわけがないんですよね。生クリーム加えると大体料理って美味しくなりますから。牛乳より生クリーム、こってりは正義です。いやーでもね、また新たにこんな美味しい韓国料理があるんですね。韓国料理ってどんどん美味しいものが出てきますね。食べる方としてはありがたいです。美味しい韓国料理にはチャミスルですね。じゃあとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみては飲んでみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。レッツイート&スマイル。皆さん自分のためにも自分の周りの大切な人のためにもうがい手洗いソーシャルディスタンスマスクなどでしっかり対策して毎日楽しく過ごしましょう。バイバイ。アンニョン。